ベナスタルです。後楽園ホール。まずはベッシー、ちょっと話する？まあせっかくだから喋らせてもらうよ。会社から発表があった通り、まあ悩んだ上での決断だから俺は悔いはない。そして10年前この後楽園ホール試合後にコメントで言った通り、あの時と俺自身の気持ちが変わらないんだなってね、思うと感慨深いなってね思うよ。このどんたくシリーズまだまだ続くし、まあ俺なりに感謝の気持ちを込めてこの新日本プロレスのリーグに上がらせてもらうよ。ありがとう。今日から開幕したロードトゥレスリングドンタク、俺とブッシュは5月4日福岡国際センターを最後にこの新日本プロレスのリングを去りますが、また俺とブシがこの新日本プロレスのリングで皆様の前で試合をする時が来るのか、それとも来ないのか、その答えもちろんわかるでしょう。そう、答えはもちろんトランキーロ。焦んなよ。じゃあ最後は大合唱しますか？まだ今年1回もやってないんでね、今日が2015年初めての大合唱、皆様準備はよろしいでしょうか？新日本プロレスロードトゥレスリングドンタク後楽園ホール大会最後の締めはもちろんブッシー、ヒロム、高木、ティッタン、ヨタ、イ、ナイト、ノソトロス、ロス、インゴベルナブレッジ、デハポ伊藤が武士が今回で終わんのかなんか知らねえけど、 So what？ 俺にはそんなの関係ねえよ。今日から吉橋翔太となんだ本体よくわかんねえけど、俺らやること変わんねえから今新鮮な戦いを楽しませてもらうよ。高さん待ってください。本体だとかフォーガイズとかありますけど、一旦一緒に共闘していきましょう。今シリーズやっていくんで、皆さんはフォーガイズの考えがあると思いますが、本体はいつでも味方になるんで、4人しか仲間がいないと思ったら、もう今は違うんで、本体全員が味方なんで一緒にやっていきましょう。今シリーズずっとこのメンバープラスアルファでハポンなんだよな。ハポンがどうなのかなんか俺ら知ったことじゃねえからな。俺らは戦いするから
こんな頼もしい味方仲間ついるかわかんねえパートナーが増えたわけだ。足引っ張らないように俺は頑張りますよ。今シリーズから僕たち本体と共闘するということで、お互い助け合いながら、あと組むといっても、仲良しでやるつもりじゃないんで、組んでてもバチバチいきましょう。お願いします。よっしゃ、よし。お願いします。なるほど。お願いします。お願いします。ここから以上です。オッケー。まあ俺は今度広島で毘沙門タッグとして IWGP 王座タッグ決定戦、俺はシングルのベルト欲しい、そう言ってる。でもタッグのベルトも欲しいんだ。いいか、ケイオス名前はなくなった、俺とこっちは毘沙門としてやっていく。タッグの気になる新しいなんか気になるチームを見つけたんだ。タイチョ石井だ。上村が言った通り仲良し講師はね、俺たち必ずごっちゃんとチャンピオンになって、その後俺は太一石井とめちゃめちゃ熱いじゃん。今までなかった組み合わせ、新しい刺激だ。見たいと思わない？俺は見たいよ。そのためにも広島必ず勝ちを収めて、あと岡ベルト持ってんだろ、おいてめえから取ってシングルベルトを俺がいただいてあるよ。2冠だおい。太一さん、ユニットは違いましたし、接点もあんまりなかったですよ。そうだっけ。すごい気にかけてくれてるっていうのは聞いたんで、それはお礼を言わないとダメですし、これから、仲間でもありライバルでもあり、時に助け合って時にバチバチ当たり合って、すごいいい関係築いていけると思うので、これから先もよろしくお願いします。やっても俺のできることサポートしてよろしくお願いします。まずは飲みに行こうか。一回飲みに行きましょう。初めてですね。高木さん、カリスマを失った今、ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンの存続はどうお考えでしょうか。持ち前のはつらつさで回復させていくのか、それとも今までにない高みに持っていくのか、高木さんの手腕の見せ所ですね。もしもピンチだと言うんだったら、元ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンのメンバーであるイービルと真田を勧誘してみますか。このピンチ、救世主の彼らだったら助けに来てくれるかもしれないな。イービルはまだしも真田さんだったら、ここ最近の真田さんだったらワンチャンあるかもしれないですね。新鮮なカードがこうやって提供できてよかったと思ってるよ。ファンが喜んでるのは一番だ。俺らが並んでね、刺激になってるよ。最後内藤とやるの楽しかったけど、楽しみだったけどよ、まあちょっとお互い夜型だから、やっぱ昼の興行ダメだな。会えねえな、俺ら会えへんわ。じゃあやっぱり次から夜に戻してくれ。ダメだ昼は。ちょっとね、今日は2人ともあいつがきっと上の空だったんじゃない。ちょっと自分のリズム今日は崩してて、そんな試合になったけど、徐々にまだ戻るでしょう。いろんな戸惑いあったと思うよ、あいつの中でもね。発表した後の一発目のコールガンホール、どんな声援で迎えられるか、いろんな葛藤がある中であれだから、今日はしょうがないんじゃない。まだまだ広島、俺と友と石井と組んでまだあるし、それまでにコンディション戻してくれたらそれでいいや。X でも言った通りな、内藤が抜けただ。内藤、武士、コブ、全員悲しくて寂しいよ、正直言えばよ。すげえ寂しいけどよ。これで
V 字回復した時の黄金時代の棚橋、岡田、内藤3人ともこれで消え去ることになるんだよ。これからまた新日本プロレス暗黒時代に戻るってか。そんな心配いらねえよ。内藤が抜けた穴、俺がいるじゃねえか。棚橋、岡田、内藤で支えた時代、俺だって一緒に駆け抜けたメンバーなんだよ。俺もいたんだよ、そこに。だから内藤、あいつが抜けたってその穴を埋めるんじゃねえよ。あいつがいなくなってもそれ以上にここに俺がいるだろ。よく見ろよ会社、ここに同じ時代を駆け抜けた俺がここにいるんじゃねえかよ。俺は全部埋めて直してやるから、心配するな。新日本プロレスファン、選手みんな不安になってると思うけどよ、見てんだよあの時代俺だって。だからこそ会社よ、一回俺に早くIWGP挑戦させろよ。シングルマッチ何回言えば気済まんだこの野郎。何回も言ってんだろ実行委員会言い方悪いけどよ、いいんだろ。試合出てなくても G1 出なくてもニュージャパンカップ出なくても挑戦できる。タッグ1回ぐらい取ったぐらいで挑戦認められる。だったら俺や吉橋がよ一番心当たりあんだよ。タッグ1回ぐらい取ったぐらいで挑戦できんだったら。俺は永田やカラムが悪いって言ってんじゃねえんだよ。それを決めてるお前らどこ見てんだよ。それが認められるんだったら俺と吉橋どこまでやってきてんだよ。俺だって俺の方こそやってんだもん。俺がダメであいつらがいい理由は何だ。やらせてみろよ。今ピンチだろ、選手いなくなって。今こそ俺を上で使ってみろよ。期待に応えてやるな。やってるよ。会社、内藤と会社、武士と会社、双方悪いとこあったと思うよ。内藤に悪い、武士も悪い、会社も悪かったろうよ。だけどよ、会社少しでも非があるって認めんだったら、あるとこあるんだったら直してくれよ。もうちょっとファンと選手と全員の声聞いて悪いところは直す。俺らも直して会社ともう一回一丸とやっていく時だろう。あの時みんなでやったから V 字回復したんだろ。今どうだ、バラバラじゃねえかよ全員。あの時のようにもっとさらに上目指すために俺も中心になってトップになってやるから。IWGP すぐにでも挑戦させろ。次でもいい俺に挑戦権あんだろ。おかしいこと言ってんのか俺。やらせろ。俺に任しとけ。新日本プロレスファンいなくなっても寂しがる必要ねえや。俺がいるから期待しとけ。今、選手の離脱があったり、このプロレス界でネガティブなニュースが流れてますけど、ピンチこそチャンスというかね、もうそんなのクソくらいで、何のタイトルも今取ってない俺が言うのも説得力に欠けるかもしれないけど、俺は次 IWGP グローバルヘビーに調整するんだもう俺たちの時代なんだ。もう次世代とか新世代とかそんな言葉使わないでくれ。俺はそんな言葉に甘えたくないんだ。もう俺たちの時代だ、新日本プロレスは。そしてこのプロレス界はそれを証明するためにも 5.4 福岡で IWGP グローバルヘビーをかけて辻この新日本プロレスを盛り上げて熱くしてもっと明るく照らしていこう。その上でもちろん勝つのは俺だ。この俺ヒートストーンだ。ありがとうございました。はいどうも。感傷に浸る気持ちないよ。特にないよ。俺はやるべきことをやるだけ。それだけ。いつも通りですよ。LIJ がどうなるかはね、ファンの人も気になると思うけど、いいんじゃない。その LIJ の、俺たちがどうするかを探す旅じゃないけどね、今回のドンタクシリーズは、そういった意味でも楽しみにしてるよ。でもさっき言ったように俺のやるべきことは変わらないから。海のショーだ。
おいこら海坊主海将何髪伸ばしてんだよおい。てめえ自分の手でバリカンで頭買ってんだからおい。かっこつけてねえよこの野郎。またボスにしてるからなおい。海坊主なんか思わずリング上で目から汗が出た。リング上で言ったことが全てだから、この残りのシリーズ全力でいかせてもらうよ。おやおや、いつにも増してコメントブースの前に立ちはだかる皆様の人数が多いね。これはどうなってんだ。今日注目するのはもちろん結構、でも今日来るんだったらさ、いつも来てくれよねえ。岡本エキスパートもそう思うでしょ。声小さい思います。思うでしょ、はい。じゃあ皆様またその次来年の後楽園ホールもお待ちしてますよ。今日俺は新日本プロレスのレスラーとして後楽園ホールに立つのはおそらく今日が最後でしょう。でもさ、それは次の会場もその次の会場もその次の会場も全部同じなわけ。俺にとっては新日本プロレス所属として最後のその会場になるわけだから、今日の後楽園ホールが特別なんか涙が出てしまいますみたいなことはないよ。まあ確かに思い出はいっぱいあるよ。入門テストを受けたのもこの後楽園ホールだし、いろいろな思い出はあるけど、でも俺にとって新日本プロレスラストマッチはここ後楽園ホールだけじゃないから、この後続くシリーズどの会場でもそうだから、まあ俺の一挙手一投足を目を見開いてとくとご覧ください。じゃあ帰ろうかな。今日さ11時半からしてでしょ。もう俺は眠いよ。そして相変わらず声が枯れちまったよ。100% ので8本ができないあたり俺らしいでしょ。じゃあ次は大阪府立体育館エディオンアリーナ第2競技場でまたお会いしましょう。アディオス。やっぱここの一言って重要になってきますよね。非常に難しいな。なんて言ったらいいか。まあ今現時点で言えると1+1+1+1+1+1は1ってことかな。いや難しい。岡本さん何か質問があったりしますか。今だったら何でも答えるような気がします。前その内藤選手とブシ選手の対談によってプロスイングがこれからどうなるのかを気にしているファンの方が多いと思うんですけれども、ヒロム選手は2人の対談というのをどのように受け止めてますか。ナンセンス。俺たちが何のためにプロレスをしてるのか、それは俺の主張を通すためであり、俺の正義を貫くためだ。同じチームだとしてもその主義主張が違うことは俺は間違っているとは思わない。あくまでも俺たちは制御不能なやつらだから。どんな道を歩くにせよ、心の中で自分の思い描いたそのシーンをぶらさず持って歩けば俺はそれでいいと思う。いつまでもこんなこと言ってる暇はねえんだ俺にも。上村、そして上村だけじゃない、海の高木さんだけ見てるよ。対戦相手に IWGP 持ってるやつがいるんです。王冠解説席でうかうか喋ってるんじゃないですか。大岩ゲーム、お前ら分かってるよな。俺たちがやんなきゃいけないんだよ。
改めてここでみんな自覚を持ってくれ。俺たちが新日本プロレスを引っ張るんだ。